当社はですね、1996年、小売店舗から始まりまして、個人のクリエイターの、作品をお預かりするということで、同人誌の委託販売のビジネスを、この20年以上ですね、続けております。その中でですね、通信販売事業生まれまして、そういった部分での今回、八千代に移転をして、その通信販売の事業を、さらに広げていこうというふうに、考えているところです。今回の八千代の移転に合わせては、マテハン機械もですね、一緒に他の物流業者さんの建屋の中でいろいろ見させていただいて、でその中で一つあったのはオートストアという選択肢はあったんですけども、これはなかなか言いづらいですけども、どうしても高い機械というところもありまして、果たしてじゃあこれが最適なのかというところにおいて非常に悩むところはありました。移転までの期間の中でですね、我々が考えているやはりその24時間の稼働であったり、そしてまた生産性の向上、保管率の向上という部分に合わせて、最終的にはやはりこれはオートストアを導入することでしか解決できないのではないかというところに至りまして、今回は導入を決めたというふうになっております。当社の倉庫における約3分の1にあたる1100坪、およそ3600平方メートルの区画に当社のオートストアを設置しています。運用開始当初のロボットは42台、ポート数は21機構成で、ロー便で42,080便を本体内に格納しており、当社が主力として取り扱う書籍商材のうち約5万種類、200万部超を収納しています。拠点移転後の当社の全体ピッキングの明細数では1日に5万明細、注文数に直すと2万件の処理を繁忙期の標準的な目標にしています。これは導入前の同じ稼働時間で比較すると約 1.6 倍になります。その中でオートストアが担う仕事は当社の全体の発送件数の約7割です。あとはどうしても人の手によるピッキングは外せませんが、オートストアにおいては時期や繁忙の状況に合わせてその割合を変化させることができるというのも特徴の一つだと考えています。かつての1人の稼働時間における平均ピッキング数は1時間あたり60明細だったものが、オートストア導入後の現在ではスコアが伸びると100明細まで到達します。このスコア向上はこれまで別のソリューションでは体験した経験のないもので、我々非常に驚いています。今回のオートストア導入計画は当社の通販流通拠点の移転計画の柱のうちの一つとして実行したものです。旧拠点で雇用していたメンバーとの別れも多くあり、熟練技能者を多く失わざるを得ない状況でした。まずその対策として有効であったと考えておりましたが、その目的は達成できたと思います。また当社流通拠点の面積の 40% 削減およびそれに関連した賃料などの圧縮を目標としており、その達成には梁下 5.5 メートルの空間をフル活用することが求められていました。その中でオートストアの高密度保管は大きく貢献をしていると思います。加えて前述のピッキング効率の改善により、以前と比較して少ない人員数でもリソース不足による大きな発送遅延を起こすようなリスクを低減することができました。さらにお客様から早期発送を期待されている時期において、一度に大量の人員を投入するのではなく、24時間稼働前提の安定した人数によるピッキング稼働時間を調整するという考え方にスイッチすることができたため、過剰な人員的、経済的な負荷を避けつつ対応することができるようになりました。我々岡村は2014年にオートストアを販売開始しました。2016年国内初導入、60システム以上国内で稼働しておりまして、流通業から製造業に至るまで数多くのお客様のサイトにオートストアを導入させていただいております。グランド株式会社は2015年に創業しまして、ソフトウェアの開発を中心にロボットシステムの販売導入並びにコンサルティングを行っています。トラーナー様からは当初、私たちグラウンドに対してソフトウェアの開発に関してご相談を受けました。
そのような中で、新たな物流センターへの移転のお話を伺いまして、その様子を聞きましたところ、移転先の拠点ではワンフロアで高層のセンターに移るという話をお聞きしまして、そのような中で自動化を行うということにおいてはオートストアシステムが非常に適しているというふうに考えましてご提案をいたしました。すでに建屋のレイアウトが決まっておりましたが、オートストアはフレキシブルにレイアウト設計が可能ですので、季節の建屋でも最大の保管効率でご提案することができました。お客様によって運用形態は様々なんですけれども、その中でも虎の穴様は日中帯及び夜間まで稼働されておりまして、かつコミックマーケットなどのイベントなど繁忙期も多々ございます。ですので稼働の停止は虎の穴様にとっては大きな影響が出てしまいます。オートストアの場合、例えばロボットの保守点検をさせていただく際でも、対象ロボットを一時的にサービスエリアに呼び出すことによって他のロボットは稼働し続けることができる点が魅力の一つと考えております。当社 WMS から集荷指示をデジタルピッキングで実施しており、棚を配置しているピッキングエリアを作業者が歩いて回ることによって作業をしておりました。取扱種類数の多さがあってどうしても歩行距離が伸びてしまうということが、ずっと、課題になっておりました。業務の平準化や通販事業における、受注から発送までの処理速度の向上ということを常に我々は課題としております。そういった部分での、作業計画を立てることにおいては試算しやすくなったと思っております。まずスタートの段階でオリエンテーションに社員、それを中心にリーダーに参加してもらいました。そのメンバーから順に落とし込みを行いました。倉庫移転のタイミングがありましたので、実際に在庫移動と合わせて商品の格納をしながら、スタッフに操作に慣れてもらうという期間を1週間程度設けております。その後本格的なピッキング作業も開始して1ヶ月程度は、使用感、実作業を、館内協力会社メンバーと意見交換して日々作業や前工程後ろ工程のスムーズな連携を図るべく現場調整を行ってきました。導入後も全ての商品をオートストアへ棚入れしているわけではなくて、商品の入荷量やそれぞれの受注状況に応じてこれまで通りの棚とパレットロケーション、そこにオートストアという組み合わせで運用しています。オートストアへの棚入れを行う際は、商品を台車に乗せて空きロケーションまで移動する時間の短縮ができています。またオートストアでのピッキングにおいても、作業者はワークステーション周辺で作業が完結しますので、生産性は高く、歩行動線もごく少ないため、スタッフへの負担も軽減されました。今までは自社の中でですね、通信販売の出荷、そして発送までというところをやっていたんですけども、いわゆる 3PL 型の他社の請負を含めた新しい物流を目指しながらですね、ビジネスを展開していこうという部分が大きくありまして、今回はそのオートストアの活用を最大限に生かしてですね、他社物流の請負、いわゆる 3PL をしっかり出していくということを目標にやっていければと思っています。